お芝居と同じように、人生にも上手な人と下手な人がいるのよ。そんな名言があります。私も人生をうまく賢く生きてこられたかというと、どちらかといえば三文役者でした。なぜこんなに生きるのが下手なんだろうって落ち込んだ数は計り知れません。でも、そういう人ってたくさんいますよね。お仕事、友人関係、恋人や家族のこと。最近は SNS によって今まではなかったような悩みも増えました。どうにかその辛さから逃れたくて、自力で何とかしようと、いろいろな方法を試してはみたんですが、なかなかスッとできず。そんなある時、人間関係で嫌な思いをして、もやもやを引きずることがありました。心理学の本で、嫌なことをした相手は何をしたかも覚えていないことが多いから、考えるだけ無駄だと学んだけど、なかなか気持ちを切り替えられるものではなく、相手の何気ない言葉に傷ついて、そのことで頭がいっぱいになる。なんであんなことを言うんだろう。私が悪いのかな。多分そいつ、今頃パフェとか食ってるよ。恋をするように嫌な奴のことを考えるのをやめよう。そっか、今頃パフェとか食ってるのか。思わず、パフェかよってツッコミを入れて笑っちゃったけど、その瞬間、いろいろなことが頭の中を駆け巡ったんです。相手はパフェを食べて楽しめるくらい気にしてないかも。こっちだけ悩んでバカみたいだな。悩んだ分、相手も気にするわけじゃないんだ。嫌な相手のためにどんなに真剣になっても、自分が気にした分だけ相手も真剣に自分のことを気にしてくれるわけじゃないんだと、ハッとしました。真剣になるのは自分にとって本当に大事なことのためだけでいいんです。恋するように寝ても覚めても嫌な相手のことを考える必要はありません。今頃パフェとか食ってる。なぜか心がスッとする魔法の言葉です。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は多分そいつ今頃パフェとか食ってるよという本をご紹介します。この本の著者はジャムさん。ゲームグラフィックのデザイナー、イラストレーター、漫画家という肩書きを持たれています。彼女がツイッターに投稿していた内容が大きな話題となり、書籍化されたものがこの本なんです。とってもカジュアルなタイトルの本なんですが、どういった本かというと、生きていれば他人の何気ない言葉に深く傷ついてしまったり、嫌いな相手のことばかり考えてしまったり、自分はそんなにダメな人間なのだろうかと不安になることがある。でも、自分が思っているほど相手はあなたのことを気にしていない。多分そいつ今頃パフェとか食ってるよ。そう考えることで人生はちょっと楽になる。相手は変えられない。でも自分の考え方は変えられる。そんな気づきを与えてくれる一冊となっています。なぜこの本を取り上げたのかというと、僕も以前似たような体験をしたことがあるからなんです。相手の意見や言葉を真正面から受け止めて、負けたくない、120% 期待に応えたいという思いがとても強かったんです。でもそんな時に、あいつ今頃パフェ食べてるんだよなって思えてたら、どんなに楽だったか、もっとバランスがいい働き方ができたんじゃないかと自分事として思っちゃったので、今回ご紹介することにしました。本書の構成は冒頭に4コマ漫画が配置され、その内容について文章で説明していくスタイルになっているのですが、その雰囲気を何とか感じてもらえるような形で紹介したいと思いますので、最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。嫌な人のことをずっと考えてしまう。ねえ。嫌な人のことが頭から離れないって、一緒の家に住んでいるようなものだよ。嫌な奴をずーっと家に住まわずの？嫌な奴は心の中にまで入れちゃダメ。嫌な人のことで頭がいっぱいになって何も手につかなくなることがあります。嫌なことを考えている時間というのはものすごく長く感じるものです。もやもやしたり、思い出すたびにイライラして、たくさんの時間を使ってしまう。それが人生の貴重な時間を食いつぶしていると思うと本当にもったいない。とはいえ、嫌な人のことってそう簡単に忘れられませんよね。そこで
自分の時間を大事に使うために、こう考えることにしました。家の中のいらないものを置いている場所にも家賃は発生してる。ゴミに家賃を払う必要はないよね。いつまでも心の中に嫌な奴の居場所をあげるの？ずっと一緒に住むの？と。心の中に常にいるって、寝ても覚めても一緒にいるようなもの。自分の家に嫌いな人が一緒に住んでいると考えてみてください。その人が住んでいる一角の家賃まで自分が払わされている。早く追い出したくなりませんか？ゴミと違って物理的に掃除をしてすぐに捨てられるわけではありませんが、いつまでも放っておかずに、よし、追い出すぞ、と覚悟を決めましょう。頭の中がいっぱいで辛い、と被害者の気持ちのままでいるのではなく、あなたの部屋はありませんから、って何度でも追い出し続ける。受け身の被害者に慣れてしまうとずっとそれが続きます。毎日繰り返してきたことは、やがて自分にとっての当たり前になってしまうんです。嫌な相手を変えることはできないけれど、自分の心の持ち方をちょっとだけ変えてみることで、ダメージを受けずに済むかもしれません。わがままな人に振り回される。今まで何でも許してくれた人が突然許してくれなくなるとき、今まで何も言わなかったのに、なんで突然ダメになったの？突然じゃないよ。あなたにとっては突然かもしれないけど、ずっと言えなかったことを、今やっと言えただけなんだ。実は本当の突然というのはあまりなく、それを突然と感じてしまう側に問題がある場合が多いんです。特に付き合いが長くなると、親しさとわがままの境界が曖昧になることが多く、頼めば何でもやってくれる。謝れば許してくれる。思うに突然と感じる人の突然は、そんなの全然気づかなかったよ、ではなく、今まで許してくれたことを突然許してくれなくなった、なのかもしれません。この話をすると、我慢をためる前に言えよ、と怒る人がいますが、我慢をしなければいられない場所にずっといなきゃダメでしょうか。他人の性格を変えることはできないし、そんな権利もありません。でも、自分が一緒にいたい人は選んで変えることができます。お互いが心地よく過ごせる相手を選んでいくことも大切です。人からダメ出しばかりされる。あなたのためと思ってるから言うけど、嫌な言葉も聞くべきだと思うんだよね。あなたのためがストンと心に落ちないときは、心に響かない理由があるんじゃないでしょうか。あなたのためだから言うけど、こんな言葉を言われることはありませんか？この言葉の後に続くのは、大体はダメ出しです。カチンときて聞かないこともあるし、聞いて本当に役に立ったこともあると思います。人からの忠告を聞くか聞かないかの判断はとても単純に決めていいんです。それは相手を尊敬できるか好きか嫌いか。人を尊敬したり好きになるのには何らかの理由があるはずです。だからこそそういう人の言葉は心に響くし、素直に受け入れることができる。でも嫌いな人の言葉は本当に嫌な言葉であることが多く、そう思うのにも大抵は理由があります。あなたのためだからっていうのは簡単です。でもその言葉に責任を取れる人はなかなかいません。優しさからではなく、自分が上に立つために何か言いたい気持ちを抑えられない人は、結局は自分のために言っています。命に関わることでもなければ、あなたのためをすべて聞く必要はないんです。小さなことで悩んでしまう。気持ちが疲れたときは、少しでも自然のあるところへ行く。自然の前では自分の悩みなどちっぽけなもので、とは思わない。小さくったって悩みは悩みなのだ。ただ、自然に戻りたくて行くのだと思う。自然の中にいると不自然な自分は少し逃げていく。気持ちが疲れた時は少しでも自然のあるところへ行きます。空がとても綺麗で泣きそうになったり、風の気持ちよさに一瞬無心になれたり、理由はないけれど自然に触れるとそういう気持ちになるんです。遠くへ行かなくても街路樹や道端の草木、見上げた空でもいいんです。自然の前では自分の悩みなどちっぽけなものでというわけではありません。
小さくったって悩みや悩みです。例えば、人に話すと返ってくる言葉には相手の主観が入ります。話すことで相手にどう思われるか別の不安が生まれることもあります。でも、自然の中で何を思っても何も返ってきません。ただ、そこに自然があるだけです。疲れとか悩みとか、自分の中に本来なかった不自然なものが居づらくなって、少しずつ逃げていってくれるのかもしれません。本当に日常で感じる様々な悩み、不安、痛み。他人事だとそこまで考えすぎなくていいんじゃないと思うけれど、いざ自分事になると気になって仕方がない。でも自分の考え方を変えることで様々なモヤモヤをいなしていくことができるんだと教えられます。本書を読んでいると、あるあるとうなずいてしまうシチュエーションに苦笑いしつつ、その対処方法も確かにと思えるものばかりです。もちろん全てをいなして放棄してしまおうというわけではないんです。人はどうしても他人を気にしすぎてしまうものだから、このくらいの考え方がちょうどいいんでしょうね。人間関係に少し疲れてしまった時に、気楽に漫画感覚で読むとリフレッシュされると思いますよ。気になった方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。